東武線田沼駅に来ています。今回はここから続日本百名城の一つ、唐沢山城を訪ねます。まず駅の改札を出まして、左の道を線路沿いに進みます。そうしますとね、踏切が見えてきますので、ここを渡ります。ここが唐沢山城へのスタートとなります。では地図でルートを確認してみましょう。こちらが現在地田沼駅ですね。そして目的地がこちらの唐沢山城です。で、歩くとですね、だいたい1時間ぐらいかかります。はい。ですから歩くのが苦手な方はね、もう素直に車で行かれるのが良いかと思います。車道で中腹の駐車場まで行くことができますので、その方が便利かと思います。で、鉄道を利用される場合ですが、駅の近くにタクシーの営業所がありますので、運が良ければタクシーに乗れるかもしれません。私は今回は歩いていきます。今、踏切を渡りましたけれども、あとはね、ほぼ一直線に進むだけです。唐沢山のふもとまで30分、そこから山を登って30分というような工程です。はい、そして山のふもとまで行きますとね、このような分かれ道が見えてきます。で、この辺りに鳥居と灯籠がありますが、ここを右に進んでいきます。そうしますとね、かなり勾配の急なカーブが続くんですが、基本的にはね、舗装された車道を歩きますので、いわゆる山登りとかトレッキングとは違います。こちらのね、唐沢山城の神社、唐沢山神社があるんですが、そこまでであればね、トレッキングポールなどは必要ありません。むしろ軽装の方が良いかと思います。では早速向かうことにしましょう。鳥居と灯籠が見えてきました。ここを道なりに進んで、右方向に歩いていきます。左に入りますとね、農工大の敷地に入ってしまいますので、注意が必要です。山を登っています。このものすごいヘアピンカーブをね、曲がっていきます。そしてさらにこの上をね、登っていきます。ようやく駐車場が見えてきました。こちらの上司碑が立っているところが途上口になります。では中に入ってみましょう。はい、もういきなりね、石垣が積まれていて、そしてクランクがありますよね。こういうのを何て言ったかというと、はい、こちらに書いてありますね。食い違い小口と言います。この先が天狗岩という岩山なのですが、こちらはね、また後で帰りに寄ることにします。唐沢山城は平安時代、藤原秀里が築いたとされています。後に藤原氏の子孫である佐野氏が城を改修完成させます。歴史的に有名なのは佐野氏と上杉氏との戦いである唐沢山城の戦いでしょう。上杉謙信による重度の攻撃を防いでいます。1602年、徳川家康の意向により唐沢山城は廃城とされ、佐野氏は新しく建てた佐野城へと移り住みます。江戸で火災が起きた時に唐沢山城からその様子を眺め、いち早く江戸へ馳せ参じたところ、江戸を見下ろすところに城を構えるのはけしからんということで、廃城に至ったという逸話があります。真偽のほどは分かりませんが、いずれにしろ家康からはこの城は警戒すべき城という印象を持たれていたようです。鳥居の前に井戸がありますね。山城にとって水の補給は欠かせません。ここに枯れない井戸が確保されていたんですね。正面に橋がありますが、橋はもちろん堀の上を渡したものです。これは引き橋といって、いざという時には橋を下に落として敵の侵入を防ぐものです。下に降りられますので、降りてみましょう。
下から見るとこんな感じですね。堀は年月とともに埋まっていきますので、今はこの程度の深さですが、実際にはもっと深かったはずです。大手道からまた少し脇道にそれまして、三の丸方面へ行ってみましょう。こちらが三の丸です。賓客の応対などに用いていたようです。再び大手道を進みます。桜の馬場とありますね。軍馬の訓練を行っていたところです。神社の拝殿下に到着しました。ではね、近くに社務所がありますので、拝殿へ行く前に少しねこの辺を見ていきたいと思います。ここにね、御城印とそれから百名城のスタンプがあります。はい、私もね、御城印を購入しました。猫がいるんですよね。ここは猫が多いことでも有名です。神社で飼っているのかどうかは分かりませんが、こちらの猫はもう寝てますよね。完全にスルーしてます。そしてこちらが南城跡です。少し先までね、行けますので行ってみましょう。ここから城下を見下ろすことができます。見晴らしはまあまあですかね。相変わらず樹木が生い茂っていますので、あまり眺望が良いとは言えません。ちなみに後ろを振り返りますと上にカメラがありますよね。これがライブカメラです。唐沢山神社のホームページから眼下の様子を見ることができます。それでは拝殿への階段を上ることにしましょう。唐沢山神社は唐沢山城本丸跡に建てられた藤原秀里をお祭りする神社です。藤原秀里は天行の乱で平将門を追討した名門の武将です。ではね、神社の下をご覧いただきたいと思います。高石垣が見えますよね。これが唐沢山城最大の見どころです。下まで降りて行ってみましょう。非常に高いですよね。関東地方にはあまり高石垣は見られないんですが、これは非常に珍しい光景です。これを見るためにね、わざわざ山を登ってきたというわけです。ちなみに百名城のスタンプもこの高石垣がデザインされています。
小口付近の天狗岩入り口に戻ってきました。この岩山がね、天狗岩なんでしょうね。ここからの眺めは良さそうですね。途中で猫と出会いまして、ちょっと呼んでみたらね、近寄ってきました。首輪をしているんで、野良猫ではなさそうです。神社の飼い猫なのかもしれませんね。割と好きなだけモフモフさせてくれる非常に人懐っこい猫ですね。はい、それではね、お食事タイムにしたいと思います。駐車場脇にあるレストハウスです。とりあえずビールですかね。お店の方にね、食事はできますかと伺ったところ、そばならできるということでしたので、ざるそばを注文しました。本当はね、ソースカツ丼が良かったんですが、ないなら仕方ないですね。そばは大好きなんでね、全然問題はありません。大変美味しくいただきました。ごちそうさまでした。はい、ということでね、今回の動画は以上となります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それではまたどこかの街でお会いしましょう。